とやっぱり授乳されててちょっと伸び感あるので、本当にやろうと思うと切ってもいいかなと思ったんですけど、僕のされてる方の中でも多分最高記録だと思うんですけど、結構水溜まって5回ぐらいの上に行かせてもらったので、脂肪吸引補給をメインで行っている森脇慎です。今回は36歳女性の3回目と4回目の脂肪補給に関してマーキングから施術風景、ダウンタイム経過、ビフォーアフターを紹介していきます。この方、妊娠して授乳後に胸のサイズダウンと下がった感じが気になるということで、僕のところで3回目と4回目の脂肪補給を希望してくれました。前回2回ほど単位で行っているんですが、ボリュームが減った感じと左右差が気になるということで行っていっています。それでは早速マーキングから見ていきましょう。太ももの前側からですね、そこを取って脂肪補給に使っています。全体的に前側から取る感じで、この方結構痩せているのでしっかり取って行っていきます。そして前側ともう一部位が腰ですね。このウエストのラインから取って、そこを脂肪補給として使っていきます。結構腰の部位は硬くて、脂肪吸引が大変な部位でもあるので、しっかりと解剖学に基づいて、取るところと取らないところをしっかり意識しながらマーキングをしていってます。見た目通りかなり細いので、脂肪補給に使う部位の脂肪採取にはかなり慎重に行っていってますね。そしてお胸のマーキングですね。この方授乳後でやや少し下がった感じが気になるということで、できるだけ脂肪注入で上に上げようとはするんですけど、その一度伸びて皮膚は戻らないので、そこも意識してマーキングは行っていってます。しっかりとボリュームが出る形で行っていきますね。それでは施術風景に入っていきます。一部グロテスクなシーンもあるので、嫌な方はスキップしてください。お胸に入れていってますね。しっかりと入れてサイズアップを測っていってます。4層に分けて意識しながら行っていくことで定着率を上げる工夫をしていってます。次は4回目の術前確認とマーキングを見ていきましょう。今回はですね、下の下腹部と側腹部から取ってお胸に注入する形で行っていきますね。本当に脂肪がないので慎重に行います。そして二の腕と肩ですね。ここからも採取して脂肪補給を行っていきます。本当に全体的に二の腕、肩、腰、お腹、太もも全体から脂肪を採取してお胸に注入していく感じになってますね。そして最後にお胸ですね。それでは4回目の手術シーンを見ていきましょう。この乳頭の乳首の位置から挿入しているのは皮下という部分ですね。一番浅いところに挿入して形を一番丁寧に整えることが可能な部位です。ここから行って全体的のバランスやお胸の形を微調整することが可能です。微調整が可能なところが脂肪補給のいい点だと思うので、そこも考えてしっかりと注入していってます。そして脇からは乳腺下や大胸筋下、大胸筋内、そして皮下の上部に入れてあげることで全体的にボリュームをアップすることが可能です。今回の方は授乳後で結構皮膚が伸びている方なので、しっかりボリュームを入れてもしこりになるリスクが他の皮膚が張っている方より少ないです。なので可能な限りバストアップしたいということで、しっかりと注入量も多く入れていっています。以上が施術風景です。それでは術後のダウンタイム経過を聞いていきましょう。最初いつやったんでしたっけ？別の病院なんですけど、10年ぐらい。10年前。本当に結構前なんですね。ですね。で、2回目が5年とか。5年前。なるほど。12月に腰と太ももやって、2月にお腹とか二の腕ですね。やって、3ヶ月ですね。もともとなんでやろうと思ったんでしたっけ？授乳で本当皮もペラペラになっちゃったんで、というのが本当に気になって、下着もちょっとうまくつけれなかったので、ちょっとあと左右差ありますもんね。結構ありますね。ちょっとやっぱり授乳されててちょっと伸び感あるので、本当にやろうと思うと切ってもいいかなと思ったんですけど、切るのはね、やっぱ血圧がの関係で嫌ですもんね。そうですね。っていうことで、ボリュームを上げてちょっと上に上げる感じでやってるんですけど、4回やってるからもうかなりボリュームは出ますね。ボリュームはね全身やってるじゃないですか。全身からかき集めて入れてるじゃないですか。一番痛かった部位どこですか？二の腕。二の腕痛かった。だって確かにね、お腹下だけでそのままちょっと全体じゃないんで、二の腕は全体的なので、二の腕が一番痛かった。そうですね。本当ですか？どうですか今は？今はね、大丈夫ですか？まだちょっと突っ張ってるかも。突っ張ってる。そうですね。3ヶ月なんでね。ちょっと一部分だけなんであんまり痛くなかったと思うんですけど、二の腕が一番軽くてお腹太ももの順なんですけど、全身でやると多分二の腕が一番痛くはないから、もし全身でやってたら太ももが一番痛いかなと思いますね。でも細かったですよね。結構脂肪をかき集めるのが大変だったので、元から細い人とかはちょっと脂肪補給をいろんなところから集めていかないといけないかなと思って、お腹、腰、太もも、二の腕全体的にやってるので、ほぼ脂肪ない状態ですね。痛みとかどれぐらい続きました？結構良かったですね。本当に2ヶ月近くで。2
2ヶ月結構いた。どこ行った2度目。水めちゃくちゃ抜きましたね。何回抜きましたよ。5回ぐらい抜きましたよね。結構多分僕のされてる方の中でも多分最高記録だと思うんですけど、結構水溜まって5回ぐらい抜かせてもらったので、ちょっと水が溜まりやすい人もいるので、そういう人は水抜いてあげると早く治るので、多分ちょっと溜まりやすい感じだったので炎症も多かったのかなと思うんで、それでちょっと痛みがあったのかなというところですね。水抜き結構大変ですよね、来るのね。でもね、大丈夫でした。すっきりするね。そうですね。お胸はどうでした？痛かったですか？胸はね、そうないです。体内出血はどれぐらいですか、大体。2週間とか。2週間ぐらいですね。だから減りました？入れた直後と比べると。私入ってないですけど、落ち着いてますね。落ち着いてる。4回やるとちょっと落ち着くの。かなり落ち着いてはきてると思うので、あとなんかどうしたいとかあります？特にもう大丈夫です。細くして大きくしたい人はぜひ脂肪補給を受けてもらえたらなと思いますね。ありがとうございます。最後にビフォーアフターを見ていきます。上がビフォーで下がアフターです。しっかりと左右差は整えられたかなと思いますね。ただしやはりこの皮膚の伸びた感じで下がっている感じは残るので、ここが気になる方っていうのは本当に皮膚の切除を一つ考えてもいいかなと思います。脂肪補給でできるのはボリュームアップ感とやや上部に移動することが可能です。この方の場合は乳首の位置などは左右で均等に整えられていますが、やはり伸びた感じというのは残ってしまっていますね。ただし左右差がかなりなくなって綺麗なお胸には近づいているかなと思います。はい、ということで今回はですね、36歳女性の3回目と4回目の脂肪補強のマーキングから施術風景、ダウンタイム経過、そしてビフォーアフターを紹介しました。授乳後はやはり皮膚が伸びて乳腺の組織が一度萎縮して脂肪注入ができるスペースが結構確保されていることが多いです。そのような場合にはしっかりと脂肪注入の量を一度で入れることも可能なので、妊娠後や授乳後というのはかなり脂肪補強に適したお胸になっていると思います。授乳後で脂肪補強を検討されている方はぜひ参考にしてみてください。今後も脂肪吸引や補強に関する動画を投稿していくので、よかったらチャンネル登録といいねよろしくお願いします。また概要欄にある公式 LINE から脂肪補強相談希望とご連絡いただくと、毎月5名限定の特別キャンペーンモニターをモニター審査なしで適用とさせていただきます。興味がある方は概要欄の公式 LINE より連絡ください。それでは。